はい、内山光一のザ・ゴドチャンネルです。はい。はい、皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は、エレンさん監督、エレナさんですね、4人でやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、実はですね、エレンさんとエレナさんは、熊本の事務所におられまして、今同じブースでねやってます。みんなこのヘッドホンかけてやってるとこなんですけどね。そうですね。贅沢な状況で。ですね。もうそのうちね、監督もここに来るんじゃないかなと思ってますけど、もう監督はなかなか日にちが決まらないでね、ぐつぐつしてるとこなんですけど。玉ねぎを植えるとか植えないとか言ってもらいましたんでね。もうちょっと時間かかるのかもしれませんけど。忙しそうですよね。監督もあれでしょ、ここでだいぶ時間取られてるので、畑はもう草原にね、貸してるんでしょ。草原だったんですけど、まもなく神社のお祭りがあるので、草刈り機で全部バーって刈りました。2、3日かけて。すごい。私ね、先週刈りましたよ。今もう草切った状態で、まだ集めてませんけどね、そういう状況ですね。そろそろね、大根とか植えなくちゃいけませんので、頑張らなきゃいけないかなと思ってますね。大根も植えましたよ。植えたんだ。そうなんだ。種をね。そうそう、種ですね。まあ、そういうローカルな話でございます。ローカルな話ですね。私たちには分かんないね。分かんないですね。大根の時期なんだみたいな。今日の霊言ニュースで、日本のね、未来と、それから世界的な未来の話しましたよね。はい、はい。あれを聞いてどう思いました？エレンさん。私いやでもその朝新聞ですぐ解散とかも書いてあったし、なんかもうドタバタで日本の方向変わってくんだなっていうのを思ったし、でも坂本龍馬さんエレナさん目の前で喋っておられましたけど、なんかどっしりしてたし、なんか見てる感じがすごい遠い方を見てて、なんか信頼できるお言葉なのかなとか勝手に思ってましたけど、自信満々だったですよね。自信満々でしたね。何の根拠もありませんでしたけどね、私。そうですね。監督どう思われました？話を聞いて。そうですね。予想通りというか、石破さんになったら国防に力が入るだろうなっていうのは思ってたので、そこは少し安心かなっていうのはありましたね。これで高市さんだったら逆に煽ってしまって攻め込まれてた可能性はあるかなっていうふうに思います。なるほどね。経済的なものどうなんでしょうね、石破さんになった。増税がかなり気になりますね。するんじゃないかと思って。そうですね。増税かなり気になりますね。ここがどうするかですよね。国防に力入れればどうしてもお金がいりますんでね。そうですね。増税ってことになる可能性が強いですね。ますますね、国民は厳しくなっていくんじゃないかなと思いますね。果たしてどうなるんやらってとこですね。どうなるんでしょうね。このところをね、ちょっと見てみたいと思います。で、全体的に明るい方向に動いてますよね。日本の方も少し、固めるような形なのかな。それから世界的なね、戦争も止まる方向でいけばかなり変わってくるかなとも思いますけども、と同時に、中国がね出てきて本格的なね厳しい状況になるのかというところもありますんでね、ここもね、見てみたいと思います。それから日本の神様たちがこの日本をどうしたいのかというところもあるかと思いますんで、聞いてみたいと思いますね。そうですね。誰に聞きましょうかね。どなたに聞きましょうかね。あまり出てこられてないにぎのみこと様に聞いてみましょうかね。珍しいですね。そうですね。はい。出てこられないですもんね、あんまりね。でも結構ね、そういう
戦争とかいうのといっては非常に天才的な方だったと思いますんでね。はい、聞いてみたいと思います。はい、それでは合唱お願いします。はい、エレナさん準備お願いします。はい。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは日本の神様の一人、ニニギノミコト様、どうかここにおいていただき、未来についてお話をお願いできませんでしょうか。ニニギノミコト様、よろしくお願いいたします。おいでいただきますようお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。それではエレナさんの方にお会いいただき、お言葉いただければと思います。よろしくお願いします。はい。ニニギノミコト様でいらっしゃいますでしょうか。おいでいただきまして誠にありがとうございます。はい。はい。なんか少し、風向きが変わったような気がしましております。これからの日本、どのようにされたいのか、お言葉いただければと思います。よろしくお願いいたします。これまでにも、国の危機、国民の危機ということは、幾度もあった。その度に、国民たちは神に祈り、天に通ずる思いを常に出した。天候が荒れ、土地が揺れ、水が溢れ、火が吹いた。様々に、人々の思いや天上界の思いが相まって、地上はドロドロにかき混ぜられ、その後に洗い流されて、血が固まってきた。しかし時が経つにつれ、固まった土地は、その中に悪しき想念を吸収し、これがさらに固まり、岩のようになってゴロゴロと地上に溜まってきたのである。今また改めてこれらのものが砕け散り、ドロドロになって、今一度新たに固まり直そうというところである。誰がこの国の祭りごとを行い、指示を行っていくかによって、国民の幸不幸が分かれてゆくというその時に、一人一人にあっては、これから先の明日の世の中がどのようであるか、来月、来年の世の中がどうであるか、このことがいささか気になって仕方あるまい。だがそれは一つの大きな流れの中の小さな時間軸の話であって、誠に力なき日々の出来事であると言わざるを得ない。
大きな流れというのは、もっと長い時間を使って、ゆっくりと流れていくものである。今目の前の明日の米がどうなるか、明後日の麦がどうなるか、そのようなことを一つ一つ天上界が決めているわけではないのだ。あなた方にとってどの政治家がどのような祭りごとを行うか、それは誠に重要な問題であろうが、私の見ている世界は、遥か未来を見据えているのである。そこに到達するまで、その途中にどのようなドロドロの時代があるやもしれぬが、これもまた必要かくべからざる工程であると言わざるを得ない。国民の命と財産を守りながら、この国全体を守り、未来を作ってゆかんとするときに、一人一人の生き様がどうであるのか、その財産がどのようになるのか、このことについて、私が答えられることはないと言ってよいと思う。なぜならば、多くの人々の思いそのものがこの国の政治を作ってゆくからである。あなた方は、自らの心の内に何を決めているか、どうなるのかと問う前に、どうしたいのか、何が理想であるのか、理想であるべきなのか、このことについての思いがしっかりとしているであろうか。ここのところがしっかりと根付いていなければ、いかに未来を占おうとも、それはもはや占いの範囲でしかないのだということを言っておく。未来を決めるのは自ら自身であると心得よ。我らはその志に力を貸すまでだ。主体を間違えてはならない。どうなるのかと聞く心のその根底に何があるのかを問うてみよ。どのような理想を持っているのか。その思いの通りになると思え。以上である。はい、ありがとうございます。はい、確かにそうでしたね。本当に考えが違いをね、してました。地上はやはり地上のもので作っていくという主体的なところを間違ってましたね。大きな流れは流れとしてあると思います。これはもう天上界の方で決められた大きな流れはあると思いますけども、
その時間の中のもっと短いところはやはり地上の者たちでやれる分が多くあるんじゃないかと思ってますので、しっかりと私たちで、理想の未来を考えながらやっていきたいと思っています。自分たちで変えていくという流れの中での、天上界への祈りというところで、お願いしたいと思います。今日は大変本当に心を正していただきまして本当にありがとうございました。今後とも頑張っていきます。どうもありがとうございました。はい。はい、確かにそうでしたね。地上は地上の者たちが作っていかなきゃいけないという、ね、ごく当たり前のところを忘れてしまってね、どうなるかこうなるかとか、ね、聞いてみようかっていうところでね、心の弱さがあったんじゃないかなと思いますね。言われてみればそうですよね。やっぱ知りたいっていうのが普通の人の心境なんですけどね。その自然の中に自分の人生というかこの、地上に生きる人間としての責任がなかったですね。そうですね。どうなるんでしょうかって聞いて、じゃあよかったとか、それは困るとかって思う。そのこのゆらゆらしたところをなんか言われたように思いますね。若い蓮さんどうですかね。これから未来を作っていくのは地上の人間だって言われた時に、あなたの思いですよって言われた時にですね。でも本当になんか、こう時代が目まぐるしくというか流れていく中で足元が浮いてたなっていうのはすごく思ったし、なんかあなたたちの思いの中にあるその思いが現実になるっていうふうに思えっていうところが、なんかもっともっとなんか自分にできることあるかもってすっごく思いましたし、そう思える人をもう本当に増やしていくっていうことが大事なんだなってすっごく思いました。そうですね。はい。このチャンネルは、天上界からの意見とかお言葉とか聞けますよね。はい、そうすると非常に近いところにいますよね。でそこに、集まってきておられる方たちもみんなそうですよね。はい、天上界に非常に近い方たちおられますんで、私たちがどういうふうに思うかで未来が決まってくるっていうこともかなりのパーセンテージあるんじゃないかと思うんですね。確かにね、それ言えますね。だからこのチャンネル見ておられる方たちは未来に対してある程度影響力を及ぼすことができる方たちじゃないかと思ってます。はい。そのことも踏まえましてね、もちろん私も踏まえてね、もう一度ね本当に考えなくちゃいけないかなと思ってますね。そこのところ、監督どうですかね。監督に振るわけじゃないんですよ。私ももちろん考えていくんですけど、監督としてこれからのこの日本をどのようにね、プロデュースしていきたいと思ってます。そうです。はい。おー、すごい。日本の未来のプロデュース。みんなで共通認識をまず一個持ちたいなっていうのは思いました。これがこの動画によってね、こう言ったり、ああ言ったりって言って、こう右に行ったり左に行ったりちょっとしてる部分があるんですけど、一個なんか持つ。で、内山さんが前言ったその自国の通貨を発行するシステムを作る。で、日本がその独立した国となって世界をリードする。とかいうそういうものをなんか一つ何かこう持てたらいいかなって思いましたけど。そうですね。そのためにはじゃあ誰がリーダー取るのかっていうね、この国を動かしていくのかっていうところが一番大きなところが出てくるかと思うんですね。で国がこう独立するためにはまず軍事力的なところも独立しなくちゃいけないんですよ。でこれに対する反対意見が非常に強いんで、で反対意見を言われなくていいところっていうのはレーザー光線ですね。レーザー砲。これをなるべく早く、もうちょっと早く強力なものを開発することによって、そして宇宙ステーションに、4機か5機ぐらい宇宙ステーションを打ち上げまして、そこにレーザー兵器を載せると。そうすると、外国からのなんて言いますかね、核兵器、弾道弾ミサイルあたりは
落とすことができると。それともう一つは、そうですね、各海岸でちょっと高いところ、山の上とかに、そのレーザー光線を置くということで国を守るということはできるかと思いますね。そう、低空飛行の分についてもある程度は対応できるということになりますね。で、もう一つ、その曇りの日とか雨の日、それが使えなくなりますので、それについては、レールガンとかいうのがありますけども、レールガン。時期によって出てくるものですね。で、そんなものをもっとこの強力なものを作っていって対応できるという形を取ることによって防衛という面ではかなりできると思いますね。で、レーザー砲の強いものを作ることによって、もし何かあった時に、相手の国のその軍事施設をピンポイントで破壊することもできますので、そういう力っていうのがどうしても必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますね。でそれをやることによって独立した防衛というところでね、独立したことができるんじゃないか。そんな感じは受けますね。レーザー砲もね、国内のこの日本列島の上に置いとけば、戦争っていう面でのこの他国を侵略することは難しくなりますんで、防衛ということでは皆さん納得していただけるんじゃないかなと思いますね。地球周回のやつ作ればね、攻撃もできるんですけどね、それは難しいかと思いますけど、そういった形で、防衛というところを考えなくちゃいけないと。いずれにしても、なんかこれまでの既存の考え方っていうのを少しね、大きく変えていかなくちゃいけないだろうっていう感じはしますよね。ですね。新しくね、そういう方法もあるのだっていうことを受け入れる。ですね。で、そういった防衛ということに特化した形でやると国民も納得できるし、そうすることによって自国通貨を発行することもできると。今自国通貨発行することがしてしまうと、アメリカからの脅威っていうのがありますよね。これに自由になるためにはどうしても必要と。それからスパイ防止法ですかね。これをやはりしっかりと作っていかないと、日本の情報が全部筒抜けになってますんで、技術あたりもね、中国あたり全部持っていかれてますね。そうですね。こういったことも含めてやっていくという感じで頑張っていかなきゃいけないかなというふうに思ってますね。だいぶいろんなことを頑張らなきゃいけないかもです。そうですね。それから政党政治ってことで今やってますけども、これをちょっと廃止して個人個人を選ぶと、人を選ぶという形になっていったらいいかなと思いますね。それと専門的な政治家っていうのも一部いてもいいかというふうに思いますね。専門的な政治家。政治家としてのプロって言いますかね。任期の長いですか。長い形ですね。そういった形も含めてやっていく形取ると、日本のね、安定した運営で、その中での繁栄をすることによって、それを全世界に広げることができるんじゃないかなと思いますね。そういうアイデアを、実際に実践していくにあたって、いろいろ法整備もしなくちゃならないですし、そういう問題出てきますよね。今の政治家で誰がそれをやってくれるんだろうっていうね、問題ありますし、足元には課題がいっぱい落ちてますね。そうですね。まず一番最初やりたいのはやはりレーザー砲ですね。レーザー砲を持つことによって、かなり自由になれると。ものを言えるようになるという。今はね、アメリカの傘の下ですからね、どうしてもね。言えないし、西側諸国っていうことになってますよね、日本も。だから落とされたらもう言いなりになっていくという。言いなりですよね。だから国防もそうですけども、警察、それから官僚組織ですね。その中に深く入り込んだそういったアメリカ側の勢力っていうかな。これの排除ってところも出てくるでしょうね。そういうふうに考えると、石破さんが今回なったっていうのは、最初の一手を打つためのね、将棋の駒一つ、打った感じになるのかなっていう気はしますね。そうですね。それと政治的なものは、軍事的なところは一歩進むかもしれませんけども、
経済面での少し、ガタつきが起きるのかなという気はしますね。だから物事には順序があって、はい、多分手を打つ順番があると思うんですね。そこら辺はまあ、天上界のあれかもわかんないし、ですね、ちょっとわかりませんけどね。だからまあ経済的なことが崩れることによって新しい通貨システムができるかもしれませんね。そうですね。国民の思いがもありますからね。まあそんなことですね。やっぱりなんか正しきものは強くあれとかも言うじゃないですか。はい。とか、なんか本当に優しくなるためには強くないといけないとか、そうです。その世界にそれこそ精神的に日本がリードしていくっていう時代が来るっておっしゃってますけど、そのためにはやっぱりそれなりの力とか、その使うとかじゃなくて、本気出せば怖いよっていう、そのなんていうか、ね、担保するものがいるね。が、やっぱりいろんな政治的な論点が広がってるから、そこら辺がちょっとボケてきてるっていうか、今内山さんはすごいなんていうかな、軍事力っていうか、防衛力っていうのを結構絞っておっしゃいましたけど、なんかいろんな論点ありすぎるから、もうちょっと国民の意識をこう集めていくっていうか、ある程度そういう風になってったらいいなって聞いてて思いました。そうですね。受け入れてもらいながら、しかし前に進めるっていうことですもんね。今国民はその軍事力に対して非常に敏感に動きますね。特にマスコミあたりも。そうすると今みたいに防衛というところに特化していくと、これに対してはあまり言えないかなと思いますんでね。なるほど。そういった中でじわっとこう自国を守っていくというかな。すぐになんかこう戦争するのかみたいな風にね、極論を思う人がいると思うので、なるほど。そうですね。それで反対ってなっちゃうんだよね。なるほど。レールガンとかいうのはもうすぐ近くだけですよね。それからレーザー砲も近くだけってことになってくると、これはもう防衛ということになりますんでね。なるほど。でそうやってじわじわ変えていって、まあ他国に対してもね、ある程度はその抑止力をしっかり持つということは大事かと思いますね。そうですね。それでやっと物事が言えると、今のところ弱き者が優しいっていうのはふぬけでしかないという、それが今の日本のもうふぬけ状態ですね。ちゃんと独立できてないですよ、まだね。で文句言ったらね、殺されてしまうというね。そうですよね。これをね兵器で、誰も止めれないという、これはどうしようもないところですね。はい、まあそんな感じでね、変えていくことができればと思います。まあニリの御様からねちょっとねお叱りを得たもんですから、目を覚まさなくちゃいけないからね。なんかもう自分たちがしっかりしなきゃいけないっていう。はい、監督、まあそんな感じで頑張っていきましょうね。はい、天上界を頼ってちゃいけませんね。私たち理想を持って未来を作っていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日これで終わります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。生まれる前から知っていた自分の人生計画。なぜいろいろな問題が起きてくるのか。知らずに生きるより知ってみると意外と簡単。自分の知られざる能力や魂の奥底に眠っている思いを見つけてみませんか？きっと人生が変わります。魂の光セッション。お申し込みは動画の説明欄よりどうぞ。